こんにちは。ゴルフをしようのあらちゃんです。今日のテーマはゴルフのコースマネジメント、 Google 地図、楽天ゴラフォトギャラリーを使ったコースマネジメントです。今回は太平洋クラブ成田コースゲイリープレイヤー設計のアウト1ホール目から3番ホールをご覧いただきます。そして今回は朝一の1番ホールのマネジメントを中心にお話をさせていただきます。まず太平洋クラブのホームページを開いていただきます。成田コースゲイリープレイヤー設計のコースのアウトインの各ホールの距離を確認します。このコース情報はゴルフ場のホームページでもゴルフ場予約サイトでも見られるので、どのゴルフサイトでも構わないと思います。今回は太平洋クラブのホームページからご覧いただきます。コース概要の距離を確認して、スタートホールからの3番ホールぐらいまではバタバタしがちになることが多いので、特に気をつけたい時間帯ですね。今回はバックティーからの距離で見ていただきますが、これは皆さんご自分で使用するティーからのイメージでご覧いただきたいと思います。アウトの9ホールバックティーからご覧いただくと、9ホールのトータル距離が3221ヤード、インコースバックティーから9ホールまでは3360ヤードです。トータル距離が6581ヤード、コースレートが 71.7。 朝からのスタートの3ホールをまず確認してみましょう。1番ホール385ヤードパー4、ハンデキャップ11ですね。2ホール目200ヤードパー3、ハンデキャップ7。3番ホール375ヤードパー4のハンディキャップ15。1番ホールのティーショットを3番ユーティリティを使用すると仮定して、私の飛距離が200ヤードなので、セカンドのショットは残り185ヤードになります。次にフェアウェイウッドの3番ウッドをティーショットを使用すると仮定すると、230ヤードとしてセカンドの距離は155ヤードとなります。ユーティリティを使用した時のティーショットで残りのセカンド185ヤードは少し長すぎますが、3番ウッドを使用して230ヤードの飛距離のティーショットをしたとしたならば、残りのセカンドが155ヤードなので、残りの距離150ヤードから160ヤードという距離ならば、普段からミドルアイアンで練習量も多いので、安心してセカンドショットを打つイメージを持つことができます。3番ウッドをティーショットで使用するとして9番ホールまで見ていきましょう。2番ホールはパー3200ヤードです。私の距離だと3番ユーティリティか4番アイアンの距離です。次に3番ホールですね。375ヤード、ここで仮に230ヤードティーショット飛ばしたとすると、残り145ヤードですね。これも8番アイアンか7番アイアンぐらいで狙える距離ですね。4番ホールが389ヤード、230ヤード飛ばしたならば159ヤード、7番アイアンか6番アイアンを使用できます。5番ホールはパー3132、ピッチングアイアンか9番アイアンですね。6番ホール504ヤードのパー5、単純に3番ユーティリティで200ヤード飛ばしても、少なめの飛距離で距離を計算したとしても、残りが104ヤードなので3オンさせるには十分問題ない距離だと思います。7番ホール378ヤード、230ヤード飛ばしたならば148ヤード、これも8番アイアンか7番アイアンのフェードぐらいのイメージです。8番ホール375ヤード、ここも230ヤード飛ばしたならば145ヤードなので、ここも8番アイアンか7番アイアンでセカンドを狙える距離ですね。9番ホールのパー5は483ヤードですね。ここも200ヤード刻みでファーストとセカンドを考えたならば、残りのサードショット83ヤード計算になるので、コースレイアウトを見て、後ほどクラブ選択を組み直したいと思います。こうしてコース概要を見ていただけると、アウトの9ホールは
残りのセカンドショットの距離が145ヤードから160ヤードぐらいのミドルアイアン程度の距離が残ることがお分かりになると思います。コースレイアウトを見れば詳細はまた変わりますが、おおよそこれで使用するクラブのイメージが出来上がると思います。この要領で後半の9ホールもざっくりとしたイメージのセカンドの残り距離を確認していただけると、後ほどコースレイアウトを見てより自分のコースでのクラブ選択を組み立てやすいと思います。このコースのトータル距離の6581ヤードはそれほど長い方ではないのですが、こういうコースはティーショットから目的を持ってショットしないと罠も多いので注意をしたいですね。ドライバーを使用するかはコースを確認しながら見ていきたいと思います。 Google マップや楽天ゴラのフォトギャラリーを見るまでに少し前置きが長くなってしまいましたが、このようにコース概要の距離やスコアカードを見ておおよそのセカンドの残り距離をイメージすることもできます。各ホールその場の判断でクラブ選択をすることも大切ですが、前もってこのようにセカンドの距離などを確認しておくと少し安心感があるので、特に使用するクラブが絞られるとその使用クラブの練習量を増やすこともできるので、前もって準備するにはいいやり方だと思います。ではここから Google マップを開いて見ていただきます。太平洋クラブの成田コースを検索して航空地図で開きます。 Google マップでコースの全体地図を見て方角などもわかるので、前日の風の情報などを確認することもできます。この風の情報で距離の長いパー4などは初めから3オン狙いなどの戦略を考えることもできますよね。この Google 地図の各ホールのレイアウトを見る前に一度楽天ゴラのフォトギャラリーを見ていただきます。楽天ゴラで千葉県内の太平洋クラブを検索していただいて、太平洋成田コースを選択してフォトギャラリーを選んでいただきます。フォトギャラリーのアウトコース1番ホールの写真です。この1番ホールの写真でヤーデージ、ティーグラウンドからの左右の木、グリーンまでのドッグレッグの仕方、セカンド地点あたりの傾斜などが確認できます。またここで平均スコアやフェアウェイキープ率、OB 率、パーオン率、平均パット数などが確認できるので、どの程度の難易度のコースかも確認できます。こちらの口コミ情報などで最近のコースの状況なども知ることができます。グリーンスピードやグリーンのアンジュレーション、ラフなどの設定などは最近の口コミを見ていただくと分かる情報もあるので、参考にしたり気をつけたい情報が載っている場合もあります。太平洋クラブのコースは比較的グリーンスピードが速い方なのですが、この口コミ情報を見ていただいてもグリーンスピードが速かった情報が何件か載っています。またラフの状況も厳しかったとの口コミもあったので、グリーン周りのラフなどは気をつけたいポイントですね。ではここで Google 地図にもう一度戻っていただいて、アウトの1番ホールの全体の距離を測ります。この Google 地図はコントロールキーを押しながらマウスの右クリックを押しながら地図を移動することができます。スクロールキーで拡大縮小もできます。これは皆さんマウスをいじりながらいろいろ試してみてください。これから距離を計測しますが、計測したい地点でマウスの右クリックを押すと計測する開始地点が表示されます。そこでマウスの右クリックをするとメニューバーが表示されますので、そこからメニューバーの一番下の距離を測定を選択します。この Google 地図はメートル表示と括弧内にフィートで表示されます。1ヤードは3フィートです。50ヤードは150フィートなので、この地図上に150フィートずつ計測していきます。グリーンの奥からバックティーのティーグラウンドまで計測していきます。先ほどのコース概要の距離を見た時にはドライバーではイメージしませんでしたが、
このコースレイアウトを見て私のドライバーの飛距離の平均が250ヤード程度なので、250ヤード地点を確認していただくと、この木のあたりが250ヤード地点になります。ここで考えたいのが、楽天ゴラの1番ホールの写真に戻ると、やや打ち上げのホールになっています。打ち上げのホールはランが出ないことと、計測上の距離よりも長くなるので、季節によっての自分の飛距離も考慮したい部分ですね。朝一ショットなどの捕まりづらい状況を考えて、右側のコース状況を見てみます。このホールの230ヤード以上右に行った時のラフの状況の傾斜は、230ヤードを超えたスライスは右の森側に傾斜しています。この右側に傾斜しているところに仮に止まったとしても、グリーンが狙いづらくなりますよね。もしかしたら転がってそのまま森の中に入って OB になってしまう可能性はかなり高いです。口コミ情報にもあったラフの状況が厳しかったということを想定すると、もしかしたらラフの状況が厳しいと、右のつま先下がりの状況からのショットはセカンドショットの OB も考えられますよね。そうすると朝一のティーショットでスライスするならば230ヤード地点までにとどめたいですね。230ヤード以上飛ばしてしまう右側のスライスは右側の森の OB も考えられ、このようにセカンドの打ちづらい状況になってしまいます。ではフェアウェイ左側の傾斜を見ていただきます。左側の傾斜は左側のこの木を越えたところはフェアウェイ側に傾斜が効いていますね。この木を越えないフック回転のショットは完全に左側の林の OB ゾーンに入ってしまいます。ここで考えたいのが、朝一ショットのティーショットでドライバーで250ヤードを超えるドロー回転の球が打てるかということと、3番ホールがパー4なので3番ホールのティーショットは何を使うかというクラブ選択ですね。はじめにコース概要でティーショットで230ヤードの距離を稼げていれば、セカンドショットが145ヤードから160ヤードの計算でクラブが組み立てられるので、3番ホールのティーショットをどのクラブ選択ができるのかを確認してみましょう。3番ホールは2ウェイズと言われるフェアウェイが2つに分かれた2つの攻略ルートのあるホールです。この2つに分かれたフェアウェイの地点までの距離は250ヤードで、この地点はエリアとしても広いのですが、この2ウェイの段差のラフの部分にボールが落ちると傾斜がきつい場合もあり、セカンド地点からグリーンが狙いづらい状況になることも多いです。この3番ホールは230ヤード地点からのセカンドショットの距離も150ヤード前後なので、3番ウッドの飛距離でも十分ですね。このように1番ホールと3番ホールのティーショットを確認すると、3番ウッドの飛距離でも十分でもあります。もう一度1番ホールのセカンド地点に戻ります。朝一ショットのティーショットから無理をせずに230ヤードでいいとしてフェアウェイウッドの3番ウッドを使用したとすると、セカンドのショットが150ヤード前後の距離のショットになります。3番ホールも先ほど見ていただいた150ヤード前後なので、ティーショットの3番ウッドとセカンドの150ヤードのショットを同じクラブで使える可能性がかなり高くなりますよね。そうすると朝一の3ホールを同じクラブを利用して使えることになるので、気持ちが3ホール目までかなり楽になります。スタートホールからの時間的なちょっとしたバタバタ感や同伴者との呼吸も整ってきて、4ホール目あたりからは自分のリズムやテンポも整いやすくなるので、3番ホールまではこのようにちょっと安全策を考えて、4番ホールあたりからいつもの自分のゴルフをすると考えてもいいかもしれませんよね。ではもう一度1番ホールに戻ってセカンド地点からのグリーンの攻め方を見てみたいと思います。まず Google 地図に戻ってグリーンの幅を計測してみたいと思います。縦の幅と横の幅を計測します。
グリーンの幅、縦の幅は150フィート弱、45ヤードぐらいあると思います。グリーンの横の幅を測ります。右のエッジから左の小さい木までですね、ここまで150フィート、50ヤードですね。ざっくりと25ヤード弱、20ヤードぐらいですかね。横の面がセンター20ヤードぐらいあると思います。グリーンの右のバンカーから右側は右に傾斜していて、もう OB ゾーンになっているので右には外したくないですね。また右のバンカーはバンカーに階段がついているのを見てお分かりの通り、とても深いバンカーですね。左のバンカーは浅そうなので、ピン位置によっては寄せワンを狙いやすいのかもしれません。口コミにあったようにラフの状況が厳しいようなので、グリーンを外した時のラフの状態によってはアプローチの難易度が変わりますよね。Google マップを回転させてグリーンの傾斜を見てみましょう。このように見ていただくと、右側から左に傾斜が少し効いていると思います。ですので先ほどの右側の深いバンカーからのショットは下りの傾斜になるので、高い球を上げないと止めづらく、寄せワンはとても狙いづらい状況に見えますね。また右のバンカーの上のラフはやはり下りの傾斜からのアプローチになることと、傾斜が右の林に向かっているために右のこのエリアは使いたくないエリアですね。そうすると右のグリーンエッジからのグリーン面の約20ヤードの面のエリアと、その左のラフのエリア、そこのエリアをうまく使ってセカンドショットを打っていきたいですよね。ではピン位置によってどのようなアプローチができるのか見てみたいと思います。ピン位置が奥の場合、この隣のグラスバンカーは球も上げづらいので寄せづらいと思います。転がしを使うならば、この左のグリーンの上からガードバンカーの下のあたりまで、そこのエリアからならば転がして寄せやすいかもしれませんね。ピンが奥のシチュエーションならば、右のバンカーの奥のエッジと左のバンカーの奥のエッジを越える距離、グリーンのセンターを越える距離をしっかり出していく必要がありますね。グリーン面の横幅が約20ヤードと狭く、この転がして寄せられるエリアを外してしまう30ヤード程度のアプローチは短い距離での上げて止めるショットが必要になるため、難易度が少し高いですね。30ヤードで上げる球を打つならば50ヤードぐらい逆に寄らない方がボールを上げて止めやすいかもしれませんね。そう考えるとグリーンに届かない、この花道のエリア50ヤード程度残るところに2打目をレイアップしてもいいのかもしれません。プライベートのラウンドでそこまで消極的な作戦を取れないかもしれませんが、本当にスコアにしたい時にはボギー覚悟で1ホール目ぐらいは回ってもいいのかもしれませんね。ではピン位置が、グリーンの手前の時を見ていただきます。グリーン手前の時、この左のバンカーは割と寄せやすいかもしれません。左のバンカーの上のエリアの転がせるエリアからならば転がして寄せやすいかもしれませんね。ピン位置が手前の時に花道の距離のあるところからのアプローチは花道のエリアにワンクッションを当てないといけないエリアになるので、アプローチが難しくなるかもしれないので、ピンまでの縦距離はしっかり打っていきたいですね。右のバンカーはやはり嫌ですが、左のバンカーに入るぐらいのつもりで打っていってもいいのかもしれません。ピン位置が手前の時のバンカー越えのショットのアプローチはかなり難易度が高いので、やはりピンに直接狙うぐらいのショットで狙わないと、ピンが手前の時は難易度が高いかもしれませんね。朝一の1ホール目のバンカー越えのロブショットに近いショットで失敗すると、一度またバンカーに入ってしまってそこからのアプローチになるので、朝からのこのアプローチを2度3度打つというダメージは大きくなりますよね。そう考えると朝一のこのホールはやはりセオリー通りにグリーンセンターにしっかり縦距離を出していって、左のラフにこぼれてもいいぐらいのショットを打っていきたいということになります。楽天フォトギャラリーのセカンド地点の画像に戻ります。
右のグリーンエッジから左の小さい木までの50ヤードのエリアに打てるようにセカンドショット地点での景色を確認しておきましょう。セカンドショットでのグリーン面を狙う目安は右のバンカーの左縁、そして左のバンカーのセンターのラインがグリーンの面になります。そこを目安に覚えておきたいですね。そして、縦距離はグリーンのセンター狙いですね。左のラフにこぼれてもいいぐらいのつもりで8番アイアンか7番アイアンのショットを選択するつもりで、そうすると1番ホールと3番ホールのセカンドショットをほぼ同じショットを打てる計算になります。計算上ですけど、これは安心するために大切なポイントだと思います。ティーショットは1番ホール3番ホール3番ウッドで素振りのヘッドスピードでしっかりと体を止めずに体の回転を意識してショットしたいと思います。皆さん仕事をしながらだとこれだけのコースを下見をする時間がないとは思いますが、時間がある時に行っていただけるといいと思います。今回はゴルフのコースマネージメント、 Google 地図、楽天ゴラフォトギャラリーを使ったコースマネージメントでした。気に入っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録していただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。